こんにちは。野鳥撮影の朝です。普段の街中では決して見ることのできない高原の自然に住む野鳥たちを撮影してきました。高原の爽やかな空気と美しい風景の中でどんな野鳥たちと出会ったのか一緒に見ていきましょう。今回の冒険では朝早くから出発し、霧に包まれた森の中や湖のそばで撮影を行いました。最初に出会ったのはゴジュウカラという野鳥です。オスとメスではほぼ同じ外見ですが、個体によって色合いに微妙な違いがあります。くちばしから目を通り側頭部へ続く黒い筋模様が特徴的です。日本では北海道から九州までのよく茂った広葉樹林に住んでいる野鳥です。樹皮の隙間にいる獲物を探したり、逆に樹皮の隙間に食物を蓄えることもありますが、今回は木をツンツンとつつき何を探しているのでしょうか。続いてこちらはカワラヒヤという野鳥です。おそらく幼鳥と思われます。全身黄色みのある褐色でスズメと同じくらいの大きさです。日本国内ではほぼ全域に分布する流鳥で、市街地や住宅地でも見ることができる野鳥です。鮮やかな黄色の羽がとても美しいですね。途中でリスさんにも遭遇しました。とっても可愛かったです。続いて暑い夏に水浴びを楽しんでいるのはヤマガラという野鳥です。日本ではほぼ全国に分布、流鳥として繁殖していて、広葉樹林を好み、東・北日本よりも西・南日本に個体数が多いようです。主に日本の山間部や森林に生息しますが、都市の公園や庭などでも見られることがあります。鮮やかな色合いと木の幹や枝をひょいひょいと移動する姿はとても可愛らしく、また比較的に人慣れしやすいため観察しやすい野鳥でもあります。続いて出会ったのはノビタキという野鳥です。ノビタキはその美しい羽の色と活発な動きで多くのバードウォッチャーや自然愛好家に人気があります。日本では夏鳥として渡来し、北海道の草原、本州中部以北の高原などで繁殖をします。草の穂先などに止まって移動を繰り返しながら、主に昆虫類を捕食する野鳥です。続いて出会ったのはホウジロという日本やユーラシア大陸に広く分布する野鳥です。黒い頭部と明るい茶色の背中、顔の白と黒の模様が特徴的です。高山の木の頂で美しいさえずりを響かせている野鳥がいたらホウジロの可能性が高いです。続いてこちらはホウアカという野鳥です。見た目は先ほどのホウジロに似ているのですが、ホウアカは頬が褐色です。平地から山地の草原や河川敷、農耕地に生息しています。草の中に紛れて見つけにくい野鳥で、今回もかなり遠くからの撮影となってしまいました。ところでこちらの野鳥は何という種類でしょうか。特定できなかったので、もしご存知の方がいらっしゃったらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。